ようございます。今朝の8時くらいで買い物しようと思って外に出てきたんですけど、結構人いますね。この時間、通勤通学の時間帯なので、あまりこの時間に外歩くことないんですけど、人がめっちゃ多いっていうか、車がすごい並び方してます。これあっちの信号まで数百メートルずっと並んでます。多分ここをまっすぐ行くとガス局前っていう交差点があると思うんですけど、あそこはもっとひどいですね。もう全然動かないです。今日は一日在宅で、しかも昼くらいから学校が始まるので、ちょっと朝はゆっくりできるんですが、外に最近日の暗くなるのが早すぎて外に出てくるタイミングないと思うので、朝のうちに買い物ついでに散歩ついでに買い物、どっちか分かんないですけど、こういう時にここのイオン助かるんですよね。24時間営業なので朝でもやってるという。よし、買い物終わり。さすがにお店はまだ人少ない。ということで、本日は何と言ってもこれです。アップルイベントオクトーバー13。珍しく日本時間で日中の開催ですね。いつも午前2時とか3時とかの開催なんですけど、今回はなんと日本時間午前9時ということで、こんな時間にアップルイベントを見るのは初めてですね。日本人としてはこのアップルイベントっていうのは深夜にやるものみたいな印象がありますけれども、だからなんか外が明るいっていうのはなんかすごい新鮮な感じがします。アメリカ時間だと多分夕方ぐらいなんですよね。いつも、日本が夜中の時だと、アメリカが多分午前10時とかそのくらいだと思うんですけれども、今回はあちらの時間は今多分夕方の5時とかかな。やっぱそうでしたね。カリフォルニアの時間見たら、午後5時ということで、アメリカでも午前中より夕方とかの方が見れる人多いんじゃないかなと思うし、でも日本に関してはあれですよね。夜中やってもらった方が頑張って仮眠取って見ることできるんですけれども、午前中だと結構仕事やってる人とか多いと思うので、見れない人多いんじゃないかと思うんですが、あと19分で始まるということで楽しみですね。なんか今回リークでは、なんか M3 チップとかが登場して、で、その M3 チップ搭載の、その MacBook Pro とかがもういきなり出るんじゃないかみたいな噂がありますね。それはどうなるかすごい楽しみです。あと、なんかね、iMac が出るんじゃないかっていう噂がすごくありますね。なんか iMac が一番発表される確率高いんじゃないかみたいな。iMac って多分あれですよね。その M1 のなんかいろいろカラーあるやつあったじゃないですか。あれで最後だと思うんですよね。多分 M1 チップだと思うんですけれども、24インチ iMac からもう2年近く iMac って更新されてないので、おそらくその M3 チップか M2 チップが搭載された iMac が登場するんじゃないかっていう噂が結構有力らしいです。すでに38,000人が待機しております。楽しみですね。やばい。コーヒーを入れてたらあと2分。早速。すごい。着席したタイミングで始まったか。来た。楽しみすぎる。
そうだ忘れてた。この Apple の公式で見た方が見るとリアルタイムで日本語の字幕が付けられるので YouTube よりいいんですね。忘れてた。ボリュームがでかい。字幕の設定画面に来たんですけど、この Fire TV の操作わかんなくて下にスクロールできないという。あれ、3つの出た。やっぱり M3 出ました。結局この MacBook との2台体制で見てます。主な進化点としては GPU のアーキテクチャが全く新しくなって格段に性能が良くなったらしいです。ていうかよく考えればそうですよね。M1 とか M2 の時ってその、普通の M1、M2 のチップが発表されて、その後のイベントでプロとか MAX とかが出てきてたので、確かにこのノーマルとプロと MAX と、いっぺんに発表されるのは M1、M2 ではなかったことですよね。これは確かにこのチップの発表からもう一気にMacBook Pro とかの発表もありそうな雰囲気はありますね。M1、M2 の時は、次の3ヶ月くらい後のイベントで、M1 とか、その Pro とか Max のチップが発表されて、その流れで、その MacBook Pro とかが発表されて、この、M1 とか M2 のチップ自体が発表された時には MacBook Air とかが発表されてたんですよね。だからもう本当にこのイベントではもう全ていっぺんに発表されちゃうかもしれないですね。だからもう本当にこのイベントで今の現行の、Mac の、ラインナップがガラッと変わってしまうんじゃないかという噂もあります。iMac とかも発表されるっていう噂があるので、もう本当にそうしたら、その Mac のラインナップがもう今日このイベントによって全て新しくなるっていう。いや、まだまだ楽しみですね、これは。言ってるそばから MacBook Pro 来ました。新しい MacBook Pro を紹介します。さて何が変わるか。デザインはそこまで変わってないんですかね。ただ中のチップが M3 になっただけなのか。だけとは言ってもかなりの進化ですけれども、やっぱりGPU の進化が大きいみたいで、全モデルの MacBook Pro よりかなり進化してるみたいです。もう一つビッグニュースがあります。やっぱり iMac 来ますね。おー、デザインとしては変わらないみたいですね。あれ、なんと終わった。このイベントは iPhone で撮影し Mac で編集したものです。へえ、すご。まださすがに更新されてないですね。来た。今、イベント終了5分後ぐらいですが。MacBook Pro が。Air とかね、そういうのが出なかったので、ラインナップが一新されたとまではいかないですが、今回合計3台の Mac が発表されたということで。これ、あれですね、なんかスペースグレーの色味がもっと濃くなって、かっこよくなりましたね。スペースブラックって言って、これあれなんだ。M2、これ MacBook Pro なんですが、M3 チップの MacBook Pro と M3 Pro の MacBook Pro があるっていうことか。なんかあれですね。M2 とか M1 でも MacBook Pro ってありましたけれども、多分13インチの筐体だったんですよね。それが、普通の M3 チップの MacBook Pro も M3 Pro のチップが入った MacBook Pro も14インチの筐体になったっていうことですね。なるほど。もっと下もあった。M3 Max もあると。なるほど。M3 Pro と Max のチップが搭載された MacBook Pro がこのスペースブラックという色になってるというか選べるっていうことですね。なるほど。値段に関しては前のやつとそんなに変わってないような、いやでも若干高くなってるのかな、ちょっとわかんないですけど。だからなんか今までって比較的お手頃な、マシンを選ぶんだったら MacBook Air で、
スペック高いマシンを選ぶんだったら、14インチ MacBook Pro っていう感じで、その13インチ MacBook Pro っていうのが、すごいなんか影が薄くなっちゃってたじゃないですか。ですが、今回は、その14インチの筐体に M3、M3 Pro、M3 Max 全部搭載されて選べるというような感じになったので、このノーマルのチップが入った MacBook Pro も影が薄くならずに、ちょっと電子レンジが騒いでますが、なるほど。フルスペックにすると、おいくらですかね。M3 Max。128。おほほ。100万超えですね。へえ。で、あと iMac。iMac もあれですね、筐体は変わってなくて、チップが M3 になったっていうだけですかね。チップ以外は変わってない気がしますが、11月7日発売。で、なんかカスタマイズとかも今までと変わってませんね。全部 M3 チップで、なんか上位モデルになると、この CPU のコア数が10コアになった上位モデルだと、このカラーバリエーションがちょっと増えて、この紫とかオレンジとかこういう色が選べるようになるということで、なるほど。やっぱそこそこお値段しますね。iMac ね、27インチモデルが出てほしいですね。24インチは、取り回しはいいと思うんですけれども、若干小さいですね。27インチのディスプレイに慣れてるっていうこともありますし、Mac のデスクトップを買うってなると、Mac mini とか Mac Studio とか買って、で、ディスプレイが、やっぱり Apple 純正のものの方が互換性がいいので、それ買うとすると、スタジオディスプレイになると思うんですよね。で、あれがね、20万超えるんですよ。なんですが、iMac だと、プラス数万円で、コンピューターが乗っかってる。で、ディスプレイ付きで、マウスもキーボードも付いてくるっていう感じで、結構コスパはいいんですけど、24インチっていうのがちょっと、あれですよね。小さい画面が。27インチモデルが出たら結構欲しいんですけど、スタジオディスプレイを20万出して買うと思えばかなりね、コスパはいいと思うんですけどね。出てほしい。今後に期待ですけど。出るかな。でかい画面使いたい人はスタジオディスプレイ買ってくれっていうことかもしれないですけれども。だからそういう差別化かもしんないですよね。ということで、アップルイベントを見てから、ちょっとゆっくりしてたりして、午後は、今日はオンラインで授業があるのと、あといろいろやることもあるので、午後はデスクワークになると思います。ということで、買い物をしに外に出てきました。暗いですね。今ちょうど5時くらいですけど、めっちゃ暗い。いや、暗くなるのが早すぎます。よし、本日2度目の買い物終わり。そういえば今メインで使ってるこの iPhone 13 Pro なんですけど、このフィルムのここがいつだろうな、多分半月ぐらい前に割れたんですよ。気づいたら割れてて、多分ね、おそらくですけど、このフィルム、ほら、光にかざすとお分かりいただけると思うんですけど、かなり傷がついてるんですよね。そう、この iPhone 13 Pro を2021年の終わりくらいに買って、その時に貼ったフィルムが割れずにずっと、もう2年くらいになりますけれども、使ってて、割れてはいなかったものの、かなり傷が入ってたんですよね。なので、多分その傷が、ちょっとした衝撃で、その傷のところから割れてしまったというか、その深い傷が入ってて、そこが
弱くなってて、で、もう本当に落としたりとかじゃなくて、ちょっとぶつかったとか、そういう些細な衝撃で、とどめを刺されて割れてしまったみたいな感じだと思うんですよ。で、それをなんかめんどくさくてずっとほっといたら、すごい、ここがぐちゃぐちゃになっちゃって、もうこの角の、本当にこの端っこのとこなんか、もうフィルムのガラスのとこがなくなっちゃって、この、ただのフィルムになってるんですよ。でもここもバキバキになっちゃって、で、ちょうどね、この iPhone 使ってる時に、この左上に時刻が表示されるじゃないですか。ちょうど時刻が見えないっていう、だったりとか、結構もう危ないし、見た目も悪いので、張り替えます。とりあえずね、応急措置として、ダイソーで、フィルムを買ってきたんですけど、まあ、いずれはちゃんとしたのを買おうと思います。応急措置ですね。Amazon で頼んでもすぐ来ないので、とりあえず、少し、ダイソーのフィルムで、しのごうかと思います。もう本当にね、てかよく2年持ってくれましたよね。丸2年フィルム持ったのなんて多分初めてなんじゃないですかね。前の携帯では半年に1回ぐらいどっかしら割れてたんですけれども、2年持ったというのはすごいです。でもよく見るとかなり傷もついてるし、表面のコーティングとか結構剥がれてきてて、この指紋とかもめちゃくちゃつくようになってきてたんですよね。なので、やっぱり、これ割れる前から、そろそろ変えた方がいいかなと思ってたら割れたというようなことなんで、ちょっと変えたいと思います。とりあえず、よいしょ。3年越しの本体。とりあえず、服か。多分、この中に、アルコールの拭くやつも入ってると思うので、入ってましたね。アルコールの濡れてるやつと乾いてるやつが1枚ずつ。そして、100円ですからね。まあ、クオリティはそんなに期待してませんが。まあそこそこいい感じ。すごい。静電気がすごい。まあそこそこいい感じかな。なんかやっぱりちょっとこの縁の部分がプラスチックなので、安っぽさ感じますが、まあいいでしょう。保護してくれればいいので、このフィルムを貼ってない間。で、まずはウェットシートで、そしたらドライの方で、よいしょ。そしたら、一応このマイクロファイバーの布で最終的に拭いてあげて、やべ、めっちゃホコリついちゃった。この布が多分ホコリだったんだな。まあ、すぐに張り替えると思うので、そんなに神経質になる必要はないと思うんですけど、いい感じが。やっぱそこそこホコリ入ってるというか、まあ、100円クオリティなんで、まあ、しょうがないと思いますけど、まあ、とりあえず保護にはなるかな。これですね、フィルム貼り替えて明らかに触り心地が良くなりました。良くなりましたというか、前のやつが多分悪すぎたんですよね。というのも、いや、あれ結構ちゃんとしたやつなので、最初は良かったんですけど、やっぱり2年も使ってると、表面のコーティング的なのが剥がれてきて、指紋がつきやすくなったり、指の滑りが悪くなったりしちゃうんですよね。で、結構なんか突っかかりがあるような感じがしたんですけれども、まあ、ダイソーのおそらく市販されているフィルムでは一番安いフィルムとはいえ、滑り心地が良くなりました。良くなりましたというか、普通になりました。あれですね。もっと、ちゃんとしたフィルムに貼り直せばもっと、触り心地に関しては良くなると思います。指紋もですね、あんまつきません。前のやつはもう本当にコーティングが剥がれてたので、すごい指紋ついたんですけど、これは大丈夫ですね。